今週の大前さんは冬の北陸車中泊旅2日目です。とは言っても相も変わらず地味で粗末な旅ですが、それでもよろしければ旅にお供いただけると幸いです。それでは大前さんの旅の始まり。おはようございます。よく寝れました。ここの道の駅が静かでいい場所ですね。で、今朝の8時で、昨日は2時ぐらいに寝たんですけど、6時間しか寝てないんですけど、なんかよく寝れた感じがしますね。車の中で寝た方が普段家で寝るよりぐっすり寝れる気がしますね。それで今日どこ行こうかなと思って昨日の夜いろいろ調べたんですよ。そしたらですね、亀田製菓直売店っていうのが出てきたんですよ。で、新潟って米どころじゃないですか。なんでおせんべいの工場直売店が結構たくさんあるんですよ。で、今日はおせんべいの工場直売店を軸にこう新潟を回ろうかなって。で、その途中で気になるお店とか場所に寄ってければいいかなっていう、多分ねこういう感じでいくと思います。これ昨日の夕飯の残りの鶏肉と砂肝なんですけど、これをねホットプレートで温めようかなと。温まった感じで、よいしょ。よし、昨日の汲んだ水でお茶を、でこの鶏と砂肝も温まったんで、多分昨日より味が染み込んでる感じがして美味しいです。最近このワイヤレス鍵の調子が悪いんですよね。よし。飲食エリア、物販エリア、トイレ、広い。なんかすごい謎のスペースがありますね。あっちはなんか白鳥の謎の遊具、パルシステムって書いてあるんで生協のお店なんですかね。おしゃれな感じ。ヨーグルトを買いました。山田ヨーグルトのクリームみたいなプレーンヨーグルトいただきます。牧場で売ってるやつの味がしますね。まあ朝なんでね、さっぱりと美味しい。それじゃあ出発します。道の駅阿賀野さん、お世話になりました。ちょろちょろっと雪っぽいのが降ってきましたね。まあ多分今日一日こんな感じの天気かと思います。こいいですよね。あれ？ごめんなさい。おせんべい屋さんってどうやってあそこに茶色い砂糖見えますよね。ここかな。着いたっぽいです。結構駐車場がミニマム。よいしょ。亀田製菓直売所水原店。ここ向こう側が工場なんですけど、直売店はこの細い道を入ってこのちょっとちっちゃい駐車場に止めるみたいですね。で、ここからさっき間違えてそっち側行っちゃいましたね。いいですね。直売店って感じがします。買ってきました。で、買ってきたんですけど、これが50円でこれが45円。
95円分しか買いませんでした。いろいろ大きいのあったんですけど、例えばハッピータンキロ売りで売ってましたね。 1.5 キロいくらだっけな、900円とかなんか、そういうのいろいろ売ってたんですけど、これからまだおせんべい屋さん回るんで、まずちょっとね、軽くジャブだと思って、ちょっと安いものを2つ買ってきました。これ多分、賞味期限が4月3日なんで、賞味期限が近いから安い。多分半額ぐらいかな。安いんだと思うんですよね。そんなしけってる感じもしないですね。チーズ風味の柿ピーって感じですね。それじゃあ、亀田製菓直売店水原店さん、お世話になりました。ちょっと今回の旅は野菜を食べてないんで、ちょっと野菜を調達しに直売所に行きます。広い。自然堂農産物直売店に到着。すごい雰囲気のある建物ですね。あまちゃんの駅前の建物のボロさを感じさせる。ボロいって言っちゃダメだな。ちょっとレトロなディープな感じですね。ポッポ焼き。ちょっとタイミングが合わなかったんで何も買いませんでした。で、そこがお店だったんですけど、すぐ隣になんか湖があるんで、ちょっくら偵察します。うお、キモ。すごい大量。餌に群がってる。なかなかの映像ですね。おじちゃんが餌まくって分かってるからね、鳥がおじちゃんに懐いてますね。だんだん花咲じいさんに見えてきます。なんかもう向こう側行かなくていいかなって気持ちになっちゃいましたね。いいもん見れたなみたいな。もう満足しちゃったんで車戻ります。ポップ焼き食べたかったんですけど、10個で400円だったんですよね。10個もいらないなと思ってね、1個50円で売ってくれないかなと思ったんですけど、はい、ちょっとまた別の場所で探します。ちなみになんですが、今日はこんな天気なんで、ソーラー発電は 0W です。ピンチ。メモリがあと1つ。それじゃあ、自然堂農産物直売所さん、お世話になりました。何も買わなくてすいません。ちょっと野菜買いたかったんですけど、ちょうどいい大きさのものがないというか、結構一人の車中泊旅だと生野菜買うのって難しいですね。量が多すぎてもあれだし、調理とかもね、手間っちゃ手間なんで。正面の雪山がいい感じ。今回の動画からこうやって喋るやり方でやってみてるんですけど、こうやって喋ってるとなんか自分が自分と喋ってるみたいな感じで、なんかちょっと元気出ますね。なんかおじちゃんとかが一人ブツブツなんだこれみたいな言ってる時あるじゃないですか。うるせえなってちょっと思いますけど、ブツブツ喋るのは意外といいかもしれないですね。リハビリ、脳トレ。はい、以上です。栗山米菓柴田工場直売所に到着。ちょうど12時ですね。看板も何もないのがいいですね。
串カツソース味。なぜかこれを買ってしまいました。なんか B 級品とか割れてるやつとかあったらいいなと思ったんですけど、なんか意外と普通のせんべいが売っててですね。で、段ボールで箱買いするとお得なんですけど、それ以外はまあ割と普通の商品が置いてましたね。なんか買おうと思って1個だけ買ってきました。大阪。期待通りの味です。なんか一瞬新潟まで来て、なんでせんべいの工場直売店巡ってるんだろうって思っちゃいましたけど、それを理由にこうね、新潟をぐるっと回って他も見れればいいかなと、そういうことにしときましょう。それじゃあ次行きます。栗山米菓柴田工場直売店さん、お世話になりました。で、次はお城に向かってます。というかもうすぐそこですね。城もちょっと興味あるんですけど、どっちかっていうと城の周りの街並みというか城下町みたいな感じで残ってるとこあるじゃないですか。で、そういうとこ見たいなっていう、なんか古いお店、和菓子屋さんとか行きたいなと思って城に来ました。あっちが城ですかね。こういう城の正面に進むっていいですね。なんか立地的に静かそう。綺麗に並んでるね。柴田城に着いたんですけど、めちゃくちゃ閉まってますね。でもこの状態で城に攻め入るってことですもんね。確かにガードが硬い。今ここ結構大きいな。そういえば途中会津若松のお城にも行ったんですよ。動画には出てこないですけど、そこはすごい中国人の方がいっぱいいらっしゃって、結構奥地に行くんだなと思って、日本人より中国人の人の方が多かったですね。なんかもうお城見終わっちゃいましたね。でもなんかいろいろあるっちゃあるんですね。なんか文化財的な。ちょっと和菓子屋さんで検索したらですね、いっぱいお店出てきたんで、なんか一番有名なお店があったんで、そこに歩いて行ってみたいと思います。ちょっと城下町を散策です。城下町感はあんまりないですね。シュークリーム。あと全山花粉症なんですけど、新潟は花粉はまだそんな飛んでないみたいですね。30分100円。ちょっと街が古いというか息切れ気味な感じしますね。ここが商店街っぽいですね。あった。あれが目当ての和菓子屋さんです。あんな信号を初めて見た。あっちの方が雪積もりやすそうですけどね。はい、着きました。モナカを一つだけ買いました。扇モナカ一つくださいって言ったら、沖縄モナカですね。はい、少々お待ちくださいって言って、はい。扇じゃなくて沖縄モナカでしたね。なんかこの敷き詰め感がすごいですね。結構あれですね、開いてるお店を探す方が難しいというか、半分以上シャッターで。でもこういう本屋さんとかは残ってるんですね。北海道の稚内の商店街、あそことちょっと似てる気がしますね。謎の建造物。
カラオケ飲みどころハッピーターン。竹町精肉店。なんか惣菜があるっぽいのでちょっと入ってみます。牛メンチカツとうずらのフライを買いました。はい、戻ってきました。毎回その土地の名物を食べようとかね、新潟だったら魚介とかソースカツ丼とかあるんで、それ食べようと思ってたんですけどね、気づいたらメンチカツだったり和菓子買っちゃうんですよね。なんでだろう。ああいう肉屋さんのメンチカツとかって謎の満足感があるんですよね。なんだろうな。いただきます。まあでも美味しいからいいでしょう。これ牛肉メンチカツって書いてありました。これでも豚肉でも気づかないかもしれない。肉は結構ギュッて入ってますね。眠くなってきたんでちょっと仮眠します。どうでもいいかもしれませんが、仮眠は1回13分って決めてますね。これ以上短いとすっきりしないし、これ以上長いと夜ちょっと寝つきが悪くなるんですよね。じゃあちょっと寝ます。はい、仮眠完了です。もなかを食べます。沖縄もなか、千葉田を代表する和菓子屋さんと書いてありましたね。あ、本当だ。怖い。結構ちゃんとした顔ですね。これ怖いな。リアル。ちょっと失礼。あれ、これない。お餅入ってる。はい、じゃあいただきます。これあんこの食べた時にこれね、アーモンド一緒食べるとうまいんですよね。アーモンドとあんこって合うんですよ。うまが倍増で、今日これからどうしようかなと思って、で今午後3時なんですよね。はい、でまあまだ時間があるっちゃあるんですけど、なんか今日ちょっと疲れたんでちょっとゆっくりしようと思って、なんでこの後は買い出ししてもう車中泊する場所に向かっちゃおうかなと思います。それではさらば柴田。小池鮮魚に到着。ちょっと取れてませんでしたかね。はい、でお刺身買ってきました。これ夕飯にします。でもすぐ車中泊する場所に向かっちゃいます。このぐらいの時間帯に車中泊する場所に来れるのが理想かもしれないですね。ちょっと明るいうちに。もうそろそろ着く予定です。山が綺麗。ここら辺にあるはずなの。おお、なんかすごいところですね。これ思った以上のなんか絶景ポイントですね。なんもないな。はい、一番端っこに止めました。ガタユ広場駐車場に到着。そこが福島型っていう、何なんですかね、湖じゃないんだろうけど、とりあえず景色は絶景って感じです。そこから歩いていけるんでしょうね。これ
あそこになんか展望台みたいなのがありますね。なんか鳥を見に来る人もいるらしいです。多分こっち側に大きいのがあるんですよね。福島型って何なんですかね。これどっから登るのかな。まあでもちょっと登れそうなんで、よいしょよいしょよいしょ。お、うん、確かなんか湖っぽくもなく、どっちかっていうと大きい池って感じですよね。ああ、でも鳥がいる。そう、車の音もほとんどしないんで、鳥の鳴き声しかしない。あ、鳥いっぱいいるな。でもガタって新潟のガタなんですよね。そういうことなんだ。よいしょよいしょ。やばい、静かだ。じゃあここで今日はお世話になりますかね。で、調べたら向こうに行くとトイレがあるみたいなんで、ここで車中泊することにしました。ちょっと本当に何もないところで誰も来ない気がしますけど、はい、静かで良さげなんでここにします。いつの間にか暗くなっちゃったんですけど、なんかあるんですよね、あそこに謎の明かりが。なんでここら辺何もないんですけど、あの明かりがなんか心の拠り所になってます。あの明かりがあればここで車中泊できますね。7.9 度。まあそんなに寒くはないんですけど、なんかちょっと寒く感じるんで、湯たんぽ貯めていきたいと思います。よいしょ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 。で、こっちのハンドルがですね、回りきらなくなって閉まらなくなっちゃったんですよね、完全に。で、常に今ちょっと空いてる状態なんで、このままでいきます。で、こっからこう空気が流れると。よいしょよいしょと。よいしょ。もう良さそうですね。よいしょよいしょ。これ本当に寒い日はこの状態で弱火にして、この湯たんぽをちょっとしたコンロ代わりにできないかななんて思うんですけど、あんまやんない方がいいんですかね。ガス使ったストーブもずっとつけっぱなしにするわけじゃないですか。なんでこれもね、ちょっと弱火でちょろちょろやりながらやれば車内もちょっとあったかくなる気がしますね。でもそれより湯たんぽを足元にやった方があったかい気がしますね。この湯たんぽの水も、中の水いつ交換しようかなみたいな。なんかあんまり古い水だとね、水蒸気が出てるんで、なんかその古い水の水蒸気を吸ってるのもなんかちょっとね、気分が良くないというか、大丈夫なんでしょうけど、あったかい。ほんと湯たんぽ12時間ぐらいあったかいですよね。なんでなんだろう。お湯なのに
じゃあご飯作ってきます。今日はちょっと疲れたんで手抜きでいきます。いつも大したものは作ってないんですけど、本日のメインディッシュは魚屋さんで買ったブリの刺身。でこれがスーパーで買ったですね、なんか有名な油揚げなのかな、なんかちょっと雰囲気ありますよね。ただこれ200円もするんですよね。そういうこと言っちゃいけないのかもしれないんですけど、結構こう薄くて軽いんですけどね、200円もする。美味しいんですかね。でこれ焼くだけで、この玉こんにゃくですね。なんでこんな手間のかかるもん買っちゃったんだろうな。ちょっと玉こんにゃくが食べたくなったんで、なんでこれ水抜いて一回洗って味付けて煮込んでって感じですね。なんで主にこれだけですね、やるのは。こんにゃくはなかなか車中泊で作んないですよね。こんにゃくの汁ってなんであんな変な匂いするんですかね。これどうしよう。こんにゃくの汁が垂れたら大惨事。ハサミありました。これ床下の収納のスペースに入ってたんですけど、一回ここのドアを開けないと下にアクセスできないんですよね。それがとても面倒。やっぱ後ろの後部座席を取っ払って2人乗りに構造変更した方がいいんですかね。やろうかと思ったんですけどめんどくさかったんでやんなかったです。じゃあまずこれ水だけ出る大きさに切って。うわ臭っ。こんにゃくのつゆってなんでこんな臭いの。むずっ。これはかなり難しい。これ無理だな。どうしよう。わかった。こうだ。よし。いい感じ。これ洗わずにすぐ使えるこんにゃくってね、たまに見かける気がするんですけど、全部そうしてほしいですよね。なんでこんな匂いのする水の中に入れる必要があるんだろうか。ちょっとご存知の方いらっしゃいましたらコメント欄で教えてください。もしこんにゃく屋さんがいらっしゃいましたら。さすがにこんにゃく屋さんはいないか。じゃあこれこぼれたら大変なので、とりあえず蓋をして入るかな。多分ギリ入ります。で開けます。結構いっぱいあるな。ギリギリというかちょっとはみ出てるけどしょうがない。で水で洗います。よいしょ。ちょっと上の方は水かかってないんで上下を入れ替えて。なんでこんなめんどくさいのよ選んじゃったんだ。でもこれどうやって水捨てりゃいいんだ。ちょっと考えなしにやりすぎました。これ無理かもしれない。これでいける気がしない。いや絶対無理。やっちゃったな。洗い物は増えますがしょうがない。こちらに一度こんにゃくを色を持つの大変だ。ちくしょう。ここが今こんにゃくの匂いが3秒ルールでもうダメだ。3秒経ってる。早くちょっとこんにゃくの匂いきついっすね。30秒ルール。でこれちょっとびしょびしょに濡らして、よしこれで OK ですね。
OK ということにしよう。はあ、幸先が悪いな。とりあえずこんにゃくを引っ越しです。うわ、爪楊枝あればいいんだよな。爪楊枝乗せてないんですよ。でも爪楊枝あるといろいろ便利なんですよね。ちょっと生肉を軽くちょっと扱うのに爪楊枝で刺して、で爪楊枝すぐ捨てちゃえばダメだなこれ。あ、これがいい。よいしょよいしょ。ああ、マジかよ。やっぱこんにゃくってすごいですね、弾力、ジャンプ力がすごい。なんかだんだん何でもよくなってきたな。はい、角をよし洗って、ちょっとすいません、刺しちゃいます。おむずっ。ああ、そっか、ちょうどもうギリギリなんだな。すいませんね、こんな動画で。こんにゃくくせえな。今日コーヒー作るつもりだったんですけど、完全に忘れちゃったんで。あと、燕三条系のラーメンも食べますとか昨日言っといて、結局食べてないんでね、明日コーヒーとラーメンと、あと新潟市内ちょっと散策できればなと。でも雨なんですよね。ちょっと計画性がないから、まあでもいっか、雨でも。雪かもしんないからね。雪ぐらいだったらいいんですよね。ちなみにティッシュ一箱新品なものを持ってきて3日目にして空になりました。あれ4日目かな。ティッシュね、よく使うんですよね。何かと便利というか、すぐ頼っちゃう。ちょっと車の下からティッシュを、ね、あれなんかすごい心の支えになってくれるんですよ。この何もない場所にちょっと逆さになりますね。よいしょ。取れた。よいしょ。このティッシュケースももうちょっと和っぽい感じの素材にしたいんですよね。これセリアで100円で買ったやつなんですけど、その麻の生地でできたティッシュケースみたいなの欲しいんですけど、まあなくはないんですけど、結構いい値段したりするんでね。これ100円で今のところ特に困ってないんで、なかなかね2000円のティッシュケースとかよし買おうってなんないですよね。ただここね結構目立つんでね、もうちょっとこう和っぽい雰囲気だといいんですけど、本当はここにねティッシュ置きたくはないんですよね。なんかこう一応車内和っぽいつもりなんで、和室ってなんか全部低いじゃないですか、タンスとか机とか。でもこれちょっと高いとこにあるんで、本当はね下に置いた方がいいんですけど、そうするとね邪魔なんで、ティッシュここに置くとね、後ろいる時も使いやすいし、運転してる時もすぐ手が伸びるんで、ここが一番ちょうどいいんですよね。なんでね利便性に負けたというか。でもあれですよね、アップルのスティーブ・ジョブズはデザインとこう利便性、使いやすさは両立するというか、その両立したデザインこそ究極のデザインだみたいな、そんな話を聞いたことがあるんで、ここ以外にティッシュの置き場でベストなポジションがあれば教えてください。でですね、まあこれこんにゃくただ煮るだけなんですけど、味付けですよね。味付けでちょうどいいのがあって、これこの間ね米沢の道の駅で買ったうまいタレっていう謎のタレですね。まあ甘辛い感じなんで、これ入れて、で水も入れて、入れすぎたかな。でまあじっくり煮込んで
10分20分ぐらいかな。で水分がいい感じに飛んだら完成するという。まあとりあえず蓋をして、これはじっくりやりましょう。もうお腹減ったんでブリいきます。食べます。身が弾ける。これちなみに540円だったんですよ。正直いつもの自分だったらちょっと買わなかったなと思うんですけど、せっかくなんで、旅行バイアスを自分にかけて買ってみました。やっぱでも身の弾力っていうかね、弾ける感じはありますね。北海道行った時も思ったんですけど、やっぱ美味しい海鮮って海沿いだろうと内陸だろうとそれなりにお値段するんですよね。場所に関わらず、本当に安いところは本当に直の直売所、お店っていうよりも本当に卸をやってるお店の直売所とかに行けば安いですけど、それ以外はそれなりに安いですけどね、めちゃくちゃ安いかっていうとそうでもないし、やっぱりイメージが先行してるんじゃないかなっていう、わーわー言うとりますけど美味しいです。これあれですね、この汁が蒸発しきるのに相当時間がかかるな。蓋を外した方が汁なくなるの早いかな。でこの状態で気長に待ちます。全然関係ない話に飛ぶんですけど、これ iPad で撮るねっていうアプリなんですよね。でこれネットの回線で今つながってて、いろいろやるとこれでテレビが見れるっていう代物なんですよ。ナスネっていうこのぐらいの機械がですね、おぜんさんの自宅に今あるんですよね。でその機械があるとこの iPad でテレビ見れるんですけど、でこの iPad を外に持ち出しても、この iPad がネットにつながってればネット経由でそのナスネで録画したテレビとか、リアルタイムのテレビも見れるんですけど、見れるかな、ちょっとやってみよう。現在の通信環境では再生できませんって出ました。今使ってるのマイネオの 1.5 メガなんちゃらっていう遅い回線なんで無理かな。あれ無理か。これで見ればね、ネットの回線経由で見れるんで、アンテナとか頑張ってつけなくても見れるはずなんですけど、1ヶ月1000円ちょいの回線なんでやっぱ遅いんで見れないっぽいですね。テレビ今一応始まったんですけど、こういう風にぐるぐるぐるってなっちゃうんで、やっぱまともに見るな回線速度的に厳しいみたいですね。最後のブリになってしまった。美味しかったですね。やっぱ食感大事。この大葉しそ、これを食べるタイミング難しいですよね。ちょっとこうやって食べるのは野暮な気もするけど、最後は一緒にかれこれ2、30分やってたらいい感じになってきました。ちょっと食べてみます。ちょっとまだ味が弱いですね。もうちょっとやります。でも美味しいです。こんにゃくはいくら食べても無害な感じがいいですね。はい、こっちに引っ越し、油揚げを食べるのでフライパンでこれほっ OK、 これでいきます。くっつかないホイルで、これね、どのぐらいの長さをやるかっていう、長くやっちゃうのももったいないんですけど、変にケチって短くやると足りなくなってね、結局フライパンが汚れちゃうんですよね。ちょうどいいかな。完璧なサイズ感。三角油揚げ、名物らしいんですよね。ただこれ200円はちょっと高いですよね。よっぽど美味しくないとちょっと納得できないな。ちょっと強火でさっと表面焦がすぐらいで、見た目はね
美味しそうなんですよ。すぐパチパチいってきた。これ煙すごそうなんで扇風機つけました。外に空気が逃げるように。まだ大丈夫。あ、美味しそう。ただこれすごい油ぎっしゅなんで、キッチンペーパーを2枚、これで、ね、油をちゃんと吸おう。このぐらいかな。やっぱちょっと焦げてるのがうまいですよね。あ、いい感じ。ちょっとパリッとなってる。やっぱ煙すごいな。ちょっとパワーアップ。やっぱ焼くとすごいですね。むしろこれ蓋すればよかったんか。でも蓋すると湿気がこもってなんかこう蒸し料理みたいになっちゃうんですよね。そうするとこうパリってなんないんだよな。そこがね、どっちを取るかっていうのが難しいですね。でも見えますかね、これ煙がこう出てるような気がするんですけど、車内はそんなに煙くはなってないんで、でも美味しそうだな。ちなみにこの箸100均で買ったんですよ。韓国料理屋とかに行くとね、こういうステンレスの箸ありますけど、これ結構良かったんですけど、今売ってないんですよね。ダイソーにこうセパレートタイプでここにネジでくるくるくるってやるやつあるんですけど、それはね、使ってるとすぐ緩んできちゃうし、これ四角形なんですよ。でもダイソーのやつって丸い箸なんで、置いとくとコロコロコロって転がっちゃうんですよ。このステンレスの箸って箸自体に重さがあるんで、ちょっとしたことで自分の重さでコロンって落っこっちゃうんですよね。なんでせめて四角だったら転がりにくいじゃないですか。それがね、丸いともうね、置くじゃないですか。多分ね、今ここ置いてもコロコロコロってダイソーの箸だと転がっちゃうんで、もしステンレスの箸ね、買う予定の方は丸じゃなくてね、四角いやつ、正直ダイソーの100円のやつは買わない方がいいですね。セパレートタイプは取れるし、2つ分割になってもあんま意味ないですからね。どうでしょう。もうこれ結構いいな。よし OK で、油を切ります。これすごいな。でも油切る前に一口食べたいな。ちょっと食べます。美味しいけど味がしない。やっぱ味はついてなかったです。見た目は味ついてそうなんだけど、美味しいけど200円はやっぱちょっと高いですね。たまにありますよね、老舗ですごい有名なお店。前どっかでアンドーナツが有名なお店で、アンドーナツがなんか250円ぐらいするんですよ。割と普通のサイズですよ、やっぱちょっと高いですよね。かたくなにね、老舗がこう値段を守ってるパターンもあれば、老舗で有名店になっちゃったんでこのぐらいの値段でも買うんじゃないみたいな、そういうこと言っちゃいけないのかな。やっぱ消費者ってこうね、鼻が利くとか敏感に嗅ぎ取りますよね。あれみたいな、これちょっと余計な値段入ってませんみたいなね。卵1パック200円までは出せますけど、250円超えるとちょっとなみたいな。200円までですよね、卵も。なんとなく何なんですかね、あの感覚。昔は100円だったんですけどね、今ね200円。最近ちょっと下がってきて150円と170円たまに見る気がするけど、全然関係ない話してますな。できました。油をちゃんと抜いた。でこれに京都の美味しい七味、山椒が効いてて美味しいんですよ。じゃあね、これが今車内で食べてる一番美味しい食べ方。いただきます。美味しいけどやっぱり200円はちょっと高いですよね。やっぱ自分の感覚っていうのは大事にしないとダメですね。ちょっとネットで調べて評判良かったんで200円高いなと思ったんですけど買っちゃったんですよね。やっぱり自分の中の物差し大事に
ご飯食べ終わりまして、余った玉こんにゃくはこれね、明日食べます。アイラップで二重に袋しました。二重にすればね、汁が漏れることもないと思うんで。で、明日どうしようかなっていう話なんですけど、昨日の夜ラーメン食べるってことと、コーヒー飲みますっていう話をした気がするんですけど、結局今日一切できてないんで、明日コーヒーを飲んで、ラーメンはもしかしたら明後日になるかもしれないですね。本場の燕市の方に行って食べるかもしれないんで。はい、なんで明日はコーヒー飲んで、新潟市を観光する感じですかね。はい。明日一日雨みたいなんでね、様子見ながらなんですけど、ちょっと新潟のご当地グルメをね、あんまり食べてないんで、そっちの方も食べる感じで行きたいなと思います。はい。そんな感じです。じゃあもう夜の1時ぐらいなんで、寝ます。今日は、今、3.2 度なんで、ちょっと寒いですね。はい。ですごい、ここら辺、静かなんで、鳥の鳴き声がちょっとするぐらいですね。はい。じゃあ、寝ます。おやすみなさい。よいしょ。膝の軟骨を守るストレッチからスタートです。昨日の夜はゆっくり静かに寝れました。時々鳥の鳴き声が心地よかったですね。で、一切誰も来ませんでしたね。今ね、車通ってますけど、多分昨日夜合計5台ぐらいしか通ってないんじゃないですかね。よいしょ。今ですね、9.7 度。ちょうどいいぐらいですね。で、朝ごはん食べようかなと思うんですけど、ちょっといい感じの場所なんで、一昨日ね、小学校の前で汲んだ水でコーヒーを飲もうかなと。朝コーヒー。よいしょ。で、コーヒーなんですけど、いいコーヒー買ってこようかなと思ったんですけど、美味しい水と水道水じゃどう違うのかなっていう比較したかったんで、いつも飲んでるゴールドブレンドですね。このゴールドブレンドのスティックのやつで飲みたいと思います。あちちち。賛否両論あると思いますが、これで混ぜちゃいます。いただきます。飲んでみます。熱い。美味しい気がします。やっぱでも気がするかどうかって大事ですよね。山で飲むカップラーメンイコール井戸水で飲むコーヒー、同意語ですね。もうちょっとゆっくりしたらですね、出発しようかなと思うんですけど、せっかくそこにね、福島型っていうのがあるんで、外で飲もうかなと。よいしょ。本
と静かな場所で、やっぱいろんな鳥がいますね。よいしょ。ふう。あそこら辺に鳥が結構います。ちょっと遠くてわかんないけど。で、タモリさんが言ってたんですけど、こう年を重ねていくとだんだん動かないものに興味が移ってくって言って、で最初は鳥になって、最終的には木とか石とか地層とか、ああいう動かないものに興味の対象が移ったって言ってましたね。あの山はなんていう山なのかな。山っていうかね、連なってるんで、なんちゃら連山とか名前があるんですかね。あ、すっかりコーヒーを忘れてた。あ、うまい。このコップ真空になってるんでね、結構あったかさが持続するんです。そういえば、動物の中で一番効率よくエネルギーを使ってるのが鳥らしいんですよ。ちょっとその鳥の種類は忘れちゃったんですけど、鷹だったか何だったか。ね。です。その鳥以上に効率的にエネルギーを使う方法があって、それは何かっていうと、自転車に乗ってる人間らしいです。そのぐらい自転車ってエネルギーを効率的に使ってるみたいですね。やっぱ車輪っていうのが大きいみたいです。はい。ちょっとね、鳥だったんで、鳥つながりで雑学披露しちゃいました。お金払えば釣りができるのか。ここで釣りもいいですね。なんかね、ちょっとしたボートみたいなので、すごい静かそうでいい。今日は道の駅に行って、その後燕三条系のラーメン食べるつもりだったのに、ギター弾いてたら調子出てきて、もう一日ここでギター弾くことにしたよ。あれ、最後はちょっとあれですけど、ちょっと今日観光しようと思ったんですけど、ここすごい静かで誰も来なくて、ちょっと気に入ってしまったんで、一日ちょっともう一日ね、ちょっとお世話になっちゃおうかなと、ね、思います。なんで、多分明日道の駅行ってラーメン食べたりすると思います。はい。よろしくお願いします。今夕方4時ぐらいで、ちょっと食べ物なかったんで、近所の魚六というスーパーに買い出しに行ってきました。これお弁当ですね。普段弁当買わないんですけど、ちょっと美味しそうだったんで。で、これが千切りのね、キャベツ売ってるじゃないですか。その上にプレーンヨーグルトとマヨネーズで塩コショウかけて、これチーズですね。で、これはですね、100円でアジフライ安かったんで買っちゃいました。で、今これ温めて、この後キッチンペーパーで油を吸い取った後に食べる予定です。はい。
そんな感じです。いきなり夕飯シーンで雨が降ってますね。で今これスーパーで買ったご当地の木綿豆腐焼いてですね、いい感じに揚がったんで、ちょっとなんちゃって親子丼じゃなくてなんちゃってカツ丼を作ってます。これね、卵入れてこのカツで作ります。米沢で買ったうまいタレ、これをまあ適当にで卵、よいしょ。ちなみにご飯はお昼の弁当のこのちょっとした残りを使います。混ぜ蓋しますかね。こんな駄菓子入れてどうすんだって思うんですけど、多分ね美味しくなると思うんですよ。じゃ軽くちょいちょいやって、ちょっと面倒なんでこのまま入れちゃいます。で30秒ぐらい経ちました。もういいかな。今だ。よし、いい感じ。火止めて、なんか分ける意味があんまりない気がする。ちょっと3分の1だけこっち移したんですけど、なんかぐちゃぐちゃになるんで、これはこのまま食べます。ここはめちゃめちゃ暑いですね。ここなら暑くない。ここは暑いんですけど、ここは暑くない。じゃあ食べます。じゃあ最初にこれをカツを美味しいです。一口大に切った方がいいですね。この卵と揚げ出し豆腐だけだと、ちょっとこう味気ないって言ったらあれですけど、味がちょっとパンチないんですけど、この40円で売ったカツを一緒に入れるとうまいです。これね、普通に家でもやろうかなって思うぐらいいい味出してます。ということでですね、今日はここでゆっくりさせてもらって、明日からまた観光を再開すると思うんで、よろしくお願いします。歯磨きもし終わって寝床も準備したんで寝ます。今 4.6 度、ちょっと寒いですね。じゃあおやすみなさい。さてさて、来週のお膳さんはワイナリーを営業妨害、荒ぶる日本海、油油油の3本ではなく1本でお送りいたします。そんでもってこの動画は道の駅と直売所が大好きなお膳さん自身の提供でお送りしました。なんてな。